完全に私事でございますが、最近激渋な鍋を買ってテンション爆上がり中でございます。冬も残り少ないんで、こいつが似合う料理をどんどん作っていきたい。というわけで今日作るのは山梨県名物ほうとうだ。使う物はこちら。ご覧の通り肝心要のほうとうの麺がない。近所のスーパーに置いてなかった。ないならないでどうにか代用できないかと考え、本日買ってきたのがこちら。餃子の皮。ほうとうの麺も餃子の皮もどちらも小麦粉を水で練って作るもの。似たようなもんだ。最も違うのは厚さ。というわけで餃子の皮にも厚みを持たせてやればいい。まず皮の表面に水を塗り、1センチ程度の幅に折りたたんでいく。こうすることによって厚みを持たせるっちゅう寸法や。完全にほうとうとまではいかないが、こいつを茹でるとそこそこ似たような食感になる。何より餃子の皮なんて100円以下で買えるしコスパもいい。もちろんほうとう麺が手に入ったら普通にそれを使ってもろて。あ、ギャル出ちゃったわ。なお、こんなんめんどくさいからうどんやきしめんでもぶち込んどきゃええやんとか、そういった無粋なことを言うやつは漏れなくしてされることになるんで、発言にはくれぐれも気をつけようね。こんなもん慣れたら一瞬や。そうしたら具材を切っていく。加える具材に決まりはないんで適当でいいが、かぼちゃはまあ入れたいところだ。今回は4分の1カット使う。今日使う野菜以外やったら人参とか油揚げなんかもおすすめだ。種と綿はスプーンで取り除いておく。かぼちゃはこのまま切ると皮がめっちゃ硬いんで、軽くレンジでふかしておくと後々カットしやすい。ラップにくるんで600ワット1分から1分半ぐらい加熱する。この処理をしておくとだいぶ皮が切りやすくなる。包丁は硬いものを無理に切ろうとするときが力んで一番怪我しやすいんで、マジでかぼちゃを切るときは気をつけた方がいい。こいつを甘く見てはならない。薄切り厚切りは好みだが、薄切りの方が火の通りが早いんで今回は薄切りで。こんな感じで途中で向きを変えながらやるとカットしやすい。あとは適当に一口大にカットしてやればいい。そしてキノコ。何でもいいのであるキノコを使えば OK だ。今回は椎茸としめじを使う。ほうとうはキノコをたっぷり入れるとうまい。椎茸は硬い石突きを切り落とし、軸と傘に切り分ける。軸もいい出汁が出るんで捨てずに手で裂いて具材に加える。ちなみにキノコの豆知識だが、キノコは冷凍しておくと日持ちするし旨味が増す。というのも解凍される際にキノコの細胞が壊れて、その時により旨味成分が出てくるからだ。冷凍したキノコの旨味成分グアニル酸は通常のキノコの3倍もあると言われている。俺の場合キノコは安い時にまとめ買いして冷凍庫にぶち込んでいる。キノコを冷凍するのはメリットだらけなんで覚えておくといい。ネギは適当に斜め切り。白い部分と青い部分は分けて使う。白菜は外側から使いがちだが、実は内から使った方が美味しさが長持ちする。生命力の強い白菜はこうやってカットされた後でも外側から内側に向けて常に栄養を送り続けている。時間が経った白菜の内側が膨らんでるのもそのためだ。よって内側から早く使っていった方が外側の栄養素も保たれ最後まで美味しく食べられるって八百屋さんが言ってました。あと白菜は葉と葉の間に土が入ってることがあるんで軽く洗っておくといいだろう。丁寧にやる場合は芯の部分と葉の部分に分けて切る。火が通りにくい芯の部分はそぎ切りにして断面を大きくし、火が通りやすいように切断。葉の部分は適当に一口大にざく切り。最後に鶏もも肉。こいつを一口大にカットする。まず真っ二つにして火が通りやすいようにこいつもそぎ切りにする。皮
皮は上に向けていた方が切りやすいだろう。なお、ほうとうは豚肉でやるとこもあるんで、その辺はお好みで。というわけで仕込みは以上だ。和風だしを1リットル用意。今回もお手軽だしパックでいく。だし汁が沸いたら火の通りにくい食材から次々投入していく。そしたら中火で5分ほど煮て具材に火を通す。火が通ったら先ほど用意したほうとうもどきを投入。こいつを汁にしっかり浸しながら5分ほど茹でる。麺にツヤと弾力が出て茹で上がったことを確認できたら味付けや。いろんな具材の旨味が出てるんで、味付けはシンプルに味噌だけでいい。みりんを足す場合もあるが、かぼちゃに甘みがあるんでそれで十分だろう。味噌は沸騰させると風味が飛ぶんで最後に入れる。これぐらいの分量だったら大さじ3ぐらい。具材や煮汁の量によってちょうどいい分量が異なるんで、ここは各自味見をしながら調整するべし。ここで大さじ3のうち1をコチュジャンに変えて、今回はピリ辛ぼうとうにしてみようと思う。山梨でほうとうを食う時も、俺はいつもピリ辛ぼうとうばっかり食っている。味噌を溶かし入れたら残っていた葉物を加えてさっと火を通せば完成や。なんちゃってピリ辛ぼうとう。熱々だ。こいつは温まる。キノコ、野菜、肉、味噌、適当にぶち込んだだけなのに、あらゆる旨味が折り重なって実にうまい。やはり冬はこれを食わんと始まらん。そしてほうとう麺の代わりに使った餃子の皮。近い。かなり近い食感だ。あのペラッペラで頼りない薄さの餃子の皮が、厚みを持たせることでここまで化けるとは、驚き桃の木山椒の木。余りがちな餃子の皮だが、工夫次第でいろんなものに化ける。ぶっちゃけ味噌汁に入れるだけでほうとうっぽくなる。あと前に餃子の皮でピザを作ったんで、ぜひそちらも見てほしい。必ず見てほしい。見ないと分かってるな。まあ、いつも餃子の皮をなんか変な感じに使ってしまって多少申し訳なく思っているが、まあいつかそのうちちゃんと餃子も作ろうかなと思ってます。一時期は山梨のフルーツ公園でゴーカートしてほったらかし温泉に浸かってほうとうを食らうという山梨ルーティンにハマっていたが、最近はめっきり行かなくなった。また世間が落ち着いたら再開したいところだ。ものの見事に完食。